はい、宇治でございます。アーポーデッセイ。これはですね、アーポーデッセイの FS。FS っていうのはフルスケールっていう意味ですけど、見てわかるとですね、このアープ、ちょっとちっちゃいのがありましたよね。ちっちゃいバージョンのアーポーデッセイ出ましたけど、これは完全標準鍵盤のアーポーデッセイ。フルスケール。FS というモデルですけど、こちらのミニモーグと比べてもね、ちゃんとフルスケールですね。往年のコンビですよ、このコンビ。オデッセイかミニモーグかっていうぐらいね、使う人実は分かれたんですけどね、私はミニモーグ使ってましたけど、アーポーデッセイはもうね非常に気になってなぜかというと買えなかったんですけどね、そういうわけだったんですけど、今やもうこういう手軽に買える値段になってですね、しかもフルスケールで昔のまんまの状態で、この状態でも出来上がってる、もう素晴らしいですね。で実際にねこのパネルの中身を見てみたいと思うんですけど、見てる通りこれ白いでしょ。アーポーデッセイっていうのは実はレブ1、レブ2、レブ3と3種類ありました。レブ1っていうのはもう一番最初のオデッセイ、この白のパネルのバージョンで、レブ2っていうのが黒いパネルのバージョンで、レブ3っていうのは黒パネルなんだけども、それぞれブロックにオレンジ色のマーキングがあってね、かっこいい感じなんですけど、その3種類ありまして、今日用意したのはこのレブ1っていうね。もちろんこの、アーポーデッセイ FS 中身は全く一緒です、ね、カラーが違うだけなんですけどね、カラーとかこのねつまみのこの色とかがちょっと変わるんですけど、中身は全部一緒です、仕様的にはね。さあアーポーデッセイというのはこれね、ちょっと考え方が違うんですよ実は。普通はこれミニモーグを例にして考えると分かりやすいんだけど、オシレーターっていうのがあって、オシレーターでこの波形を選んで高さも選んで、ディチューンしたりして、でそれらをね、ミニモーグだと3つオシレーターがあって、それをミキシングしてフィルターを通って、アンプリファイア VCA、VCF、VCA を取って最終的に音が出るみたいな形で、分かりやすくできてるのね。でアーポーデッセイは実はねちょっとこの部分が変わっていて、実は流れ的にはここにあるようにね VCO ね VCO ボルテージコントロールオシレーター1、ノコギリ波区形波ありますね。で、ボルテージコントロールオシレーター2、ノコギリ波と区形波ありますね。でそれらをここでローフレケンオシレーター、ローシップフレケンシーオシレーター LFO ですね、 LFO があって、でここに VCF がいるんだけども、実はオーディオミキサーがここにいて、これがね面白いところなんですけど、すなわちここがミキサーの役目していて、ここ上がってないとまず音が出ないんです。で普通だったらオシレーターの姿にミキサーがありそうな感じなんだけど、実はこれが上がってなければいけない。で波形はこれね、ここで決めるの。ノコギリ波か区形波か、これ区形波ね、下で上でノコギリ波ねというように、ここで波形を選ぶんです。だから VCO のセクションで選ぶんじゃないのよ。ここで波形を選ぶんですよ。でここでもノイズもここで選ぶんです。面白いでしょ。ちょっと変わった方式。じゃあ今区形波にしました。で VCO の1と2が両方鳴ってるんで、こいつらがこう鳴ってるわけなんですけど、これ面白いのがね、さらにこのフレケンシー、すなわち音程を決めるとこね、音程のコースとファイン、音程のコースとファインがそれぞれの VCO にあるんだけど、コースというと大バカなピッチね、でファインというと、微調整のね、ピッチなんだけど、これメーターを見ると分かる通り 20Hz から2kHz まで 20Hz ねこう出てるわけですよ。ということはどういうことかというと、これね、VCO の1だけにしてみますね。でここ動かしてみるよ。ものすごい可変幅で動くわけ。
でしかもクリックがない、全くもう連続的なのこれ。ファインチューニングにもかかわらず。なんで大まかなピッチをここで決めた後でファインチューニングでピッチを決めるのよ。これがね、だからもう絶対チューニングメーターないとね、ここちょっと触っちゃったりしちゃうと大変なことになりますから。今 VCO の2に合わせますね。こんなもんだなということなんだ。で2つあるでしょ。これね VCO が2つあって VCO と1と2を上げるとどうなるかというと、1つの鍵盤で2つの VCO がなりますね。これもうねアポーデッセならでは。例えばドとミを押すとすなわちドとミに VCO の1と2が分かれるの。実はこいつはデュオフォニック2音ポリなんです。アーポーデッセっていうのはもちろん実機もそうですよ。オールドのやつもそう。これが面白いですね。とても面白いです。で今区形波1個だけにしてみますね。せっかくミニモーグがあるからミニモーグの区形波と比べてみましょうか。ミニモーグの区形波だけの音でフィルター全開で、こちらのフィルター全開でこういうミニモーグがね、音程は今日かこれこういう音なの。こういうふうにね、オデッセイって割とこうプラスチックな硬質なイメージがあると思ってる人いると思うんだけど、実はそんなに変わんないんですよ。ところがなぜなんかこう硬質なちょっと硬めの音が出るイメージがあるかというと、実はルックスなんだよね。全部こっち側全部つまみでしょ。こっち側全部スライダーですね。そういうなんていうんだろう、もうプログラムの方式自体が違うから絶対こっちとこっちは同じ音が出るはずがないというまず認識になりますね。それと面白いのがミニモーグには絶対できなかったもう一つの技でこう割と硬質な音が出る一つの要素があって、実はこれなんです。これね、これフレケンシーモジュレーション。フレケンシーっていうのはピッチですね、周波数でのモジュレーションの M なんだけど、ここで ADSR このつまみはここに対応してるんだけど、 ADSR すなわち ADSR ってアタックディケイサスティンレベルここですけど、サスティンでリリースサスティンで、ここで ADSR にしてこれ上げてやると、この今出来上がってるこのエンベロープの形でピッチが動きます。まさにコーンとこうなってます。お見事。でこれをね、ここにシンクスイッチオンオフっていうのがあるの。今オフなんですけど、シンクって同期っていうね、キを同じにする同期ですね。何に同期するかというと VCO の1のピッチに今のこのビヨーンってやつを同期させるというモードがあるのよ。実はこれがアーポデッセの大きな特徴です。こういう音になります。この音。同期外しますね。シンクオフ。これが同期オンにすると、この加工するピッチがこっちの普通の正常のピッチに無理やり合わせようとします。それによってもう絶妙なね、普通じゃ考えられない倍音変化を起こすの。これがミニモーグだと絶対にできないんです。そういう機構がないの。
2つ合わせてもやっぱうねらせるしかないんだよね。これがこのアーポーデッセイがなんか硬い音出るねっていう、一つの要因なんだよ。こっちは2つ合わせることによってふくよかになるじゃない、ディチューン効果でね、コーラスっぽく逆にまろやかに聞こえてきだすんだけども、こっちがもう完全にソリッドな感じ。こうなるわけ。そしてもう一つの大きな特徴、今ちょっと私が使いましたここですね。ミニモーグだとビブラートとかピッチベンドこうやりますけど、ピッチベンドホイールとモジュレーションホイールってのがあるんだけど、これはねこのゴムなんですよ。感圧式のこのコントローラーで、これは実際の実際のオデッセイにおいてもレブ3から採用されてたやつなんですけど、これシャープフラットってあるように、これシャープを押すとピッチベンドのアップなので、フラットは下がっていく、だから下がるわけで、このなみなみがありますね。これ何かというと LFO っていうことです。周期的な揺れですね。その LFO の速さはここで決めるのね。ローフレキュエンシーを教えた。でこれでちょうどいい感じで、これですよ。ここも大きな違いがあるんだよね。ここが面白いところですね。シンクモードといいね。でね、この FS、 この新しくなったオデッセイの大きな特徴の一つは、この V シェイプのタイプが1、2、3と選べる。まさしくこれはオデッセイのレブ1、レブ2、レブ3。フィルターのタイプが 12dB だったり 24dB だったりとか、レゾナンスの効きがちょっと違ってたりとか。確かに挙動がね全然違うんですこれ。よくできてますね。もちろんノイズもありますねこれ。でこれリングモジュレーション、このフレケンシーモジュレーションを出すので、これも大きな特徴ですね。ミニモーグでリングモジュレーションやるとすると、ピッチとピッチを掛け合わせて、割と複雑なことしなきゃいけないんだけど、これも簡単にできてしまいますね。というようになんかね非常に面白いんだよねこれね。やっぱりこう特殊なんですよ。ねこう。あともう一つ大きな特徴は、このトランスポーズのスイッチが真ん中だとノーマルピッチなんだけど、2オクターブダウン、2オクターブアップ、これがもうこれねまさにアーポーデッセイのすごいとこなんだけど、これ2オクターブダウンにするとこれが突然もう完全にベースの域に行きますね。普通だとピッチだと2オクターブアップするとこう4域に行くわけ。一挙に変えれる。普通はフィートはこうミニモーグなんかは1オクターブごとなんだよね。これがこうダイレクトにガッと変えられるって、しかも手元のこの左側のスイッチでね、ここがやっぱプレイアビリティにあふれてるというかね。で同じようなピッチにしてこ
こうシンクをオンにすると強制的に合うんで、より太い音になります。やっぱりアーポーデッセイにはね、この区形波がなんか似合うんだよね。ミニモーグなんかはね、区形波というよりもノコギリ波ってイメージだね。じゃあこっちの区形波、ノコギリ波もいい感じですよ。でもやっぱ区形波の方が好きだな、これ。ということですよ。もうアーポーデッセイ、もう大好きですね。はい、ミディコード取り出しましたけど、実はね、この新しいミニモーグモデル D も当然アーポーデッセイ FS もミディがついてるんですね。バッチリです。実はこいつは USB もついてますけど、ミディインがオデッセイにあるんで、こちらにミニモーグから、ミディアウトしましょうかね。これにより弾きます。これ今出てる。こいつもこうなるわけです。もう夢のようですね。このミニモーグのベースとアーポーデッセイの一緒に弾けてしまうというね、素晴らしい、もう最高です。アーポーデッセイ FS でした。